牛をたくさん見つけたよ。こんにちは、ほやです。今回は、葉山の磯で、ウミウシを探します。見つけたウミウシを、次々に紹介していきますね。それでは、始めましょう。黒下なしウミウシです。大きさは、10ミリくらい、ちびっこサイズの、黒下なしウミウシです。葉山の磯では、ほぼ、毎回見つかっている、定番のウミウシで、今回も無事に、見つかりました。ちびっこの頃は、縁の色が、赤っぽくなっていますが、大きくなるにつれて、だんだん色が薄くなっていき、黄色っぽくなってしまいます。この日は、あまりたくさんは、見つからなかったのですが、今のシーズンは、ちびっこサイズがたくさん見つかる時期なので、探し方が悪かったのか、本当に数が少なかったのかは、わからないです。白線ミノウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、白線ミノウミウシです。複数の個体が、一つの石に、くっついていることも多いので、一匹見つけて、目が慣れると、次々にたくさん見つかる、といった、傾向があります。この日に一番たくさん見つけたウミウシで、磯遊びを終える直前の浅い場所では、ほとんどの石の裏側に、くっついていたレベルです。以前は、夏だけに見られると思っていたのですが、水温が低い時期にも、ちらほらと見られるので、一年中見られるウミウシのようです。偽白線ミノウミウシです。大きさは、15ミリくらい、よく見る大きさの、偽白線ミノウミウシです。白線ミノウミウシと、よく似ていますが、背中に、白い線が入っていないところで、区別されます。白い線がないのに、偽とはいえ、なんで、白線の名前を残したんやろな。そもそも、偽って名前をつけるのも、失礼な気がしますが、生物の名前で、偽とか、もどきとか、名前に入っているやつは、結構いるんだよなぁ。自分が、まさかそんな名前をつけられるとは、不憫やな。四つ股ウミウシです。大きさは、15ミリくらい、よく見る大きさの、四つ股ウミウシです。細長い体に、壺みたいな形をした突起が並んでいて、なんだか変な形をしたウミウシです。それなりに数はいるウミウシなのですが、細長い体は、見落としがちで、見つけても、変な形をしてるので、ウミウシとは気づかない、という感じで、見過ごされていることが多いと思います。以前は、四つ股ミノウミウシ、と、呼ばれていましたが、研究が進み、どうやら、ミノウミウシの仲間ではないことが分かったようで、名前から、ミノ、が、外されてしまいました。色ミノウミウシです。大きさは、25ミリくらい、よく見る大きさの、色ミノウミウシです。浅い場所にいる、代表的なミノウミウシの仲間の一つで、結構大きく育つウミウシでもあるので、見つけやすいウミウシだと思います。オレンジ色の頭部と触覚は、とてもよく目立つことも、見つけやすい要因の一つだと思います。ミノの色は、
結構大きなばらつきがあるのですが、おそらく、食べたものの状態によって、変化しているのだと思います。この画面には、3匹映っていますが、どこにいるのかわかりますか？色味のウミウシは、ウミウシの中では、割と大きめな方ですが、左上にいる、ケムシヒザラガエや、右上にいる、紫ウニと比べると、やっぱり小さいですね。サキシマミノウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、サキシマミノウミウシです。多くのウミウシが、石の裏側とか、岩の影とかで、ひっそりと隠れているのですが、サキシマミノウミウシは、岩の表面を、堂々と歩いています。白とオレンジの体は、とてもよく目立つので、水面上からでも、歩いている様子を伺えます。海藻にくっついて、流れに耐えているところも、よく見かけるので、流れがある場所を、好むウミウシなんやろな。流される危険も大きいのに、物好きやな。ヒロウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、ヒロウミウシです。濃いピンク色の体に、先端が白くなった突起がたくさんついていて、とても可愛いウミウシですが、体が小さいので、こういうウミウシがいる、と、知っていないと、見つけることはできないと思います。コケムシを食べるウミウシで、割と、流れがある場所に生えているコケムシを探すと、結構見つかります。ダイビングをやってた頃には、毎回のように見つけていたウミウシなので、磯遊びで探す場所より、深い場所が好みのようです。隠れ火山ウミウシです。大きさは、30ミリくらい、よく見る大きさの、隠れ火山ウミウシです。黄色くて、体が網目状になっているのが特徴です。割と硬い体をしていて、あまり動かないタイプのウミウシです。こういう、石の裏側で、じっとしているウミウシって、何を食べて生きとるんやろな。隠れ火山ウミウシという名前ですが、どのあたりが、隠れ、なのかは謎で、そもそも、隠れていない、火山ウミウシ、というウミウシは、存在しません。名前の由来が、いろいろと謎やな。赤星ウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、赤星ウミウシです。もっちりした体つきで、赤い点々が全身に入っていて、可愛い姿をしていますが、こう見えて、他の種類のウミウシを食べる、肉食性のウミウシです。オカダウミウシを主食としているようですが、ミノウミウシの仲間に食らいついているところも何度か見かけているので、食べる対象にあまりこだわりはないんやろな。この個体は、体の中がオレンジ色になっているのが透けて見えますね。主食となるオカダウミウシはオレンジ色のウミウシなので、まあ、そういうことなんやろな。これ、黒下なしウミウシの仲間のどれかの、ちっこいやつなんだろうけど、背中に黒い点々が、たくさんあることから、多分、ヒメマダラウミウシの、ちっこいやつだと思います。大きさは、10ミリくらい、ちびっこサイズの、ヒメマダラウミウシです。6月に真鶴で、
大人サイズのヒメマダラウミウシを見つけていますが、葉山では初めて見つけました。このくらいのちびっこサイズのやつは、クロシタナシウミウシの仲間なら、だいたい同じような姿をしていますが、黒いやつは、クロシタナシウミウシか、本クロシタナシウミウシ、赤いやつは、マダラウミウシか、ヒメマダラウミウシだと考えておけば、間違いはないと思います。ヒメメリベです。多分。大きさは、25ミリくらい、よく見る大きさの、ヒメメリベです。透明な体をしていて、あまりウミウシらしい姿をしてませんね。大きな口をバクバクさせて、小さなエビを吸い込んで食べているみたいです。エビを捕まえるところを見てみたいなぁ。メリベウミウシの仲間は、どの種類もよく似ているので、見た目だけで正しく見分けるのは不可能なようです。こちらは本格的によくわからないウミウシです。帰ってからいろいろ調べてみたところ、ツヅレウミウシのグループの何かだとは思いますが、ツヅレウミウシの仲間はとても幅が広いからなぁ。ご存知の方がいらっしゃいましたら、コメントをいただけると助かります。何ウミウシなんだろなぁ、と観察をしていたところ、うわぁ。ウニに踏みつぶされてしまいました。突然、迷惑なやつやなぁ。このウミウシ、見つけたときは、ツヅレウミウシだと思っていたのですが、帰ってから動画を見返してみると、なんだか違和感が出てきました。黒い斑点の入り方と、虹エラの形が、なんか変だなぁ、と思いつつ、いろいろと調べてみたところ、ゴマフビロウドウミウシ属の一種が、近いようでした。大きさは、15ミリくらいだったので、小さめサイズだと思います。体の中が、ピンク色になっているのは、餌を食べた影響でしょうか。だとすると、何を餌にしとるんやろな。こちらも、ゴマフビロウドウミウシ属の一種で、何度か見たことがあるタイプのやつです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、ゴマフビロウドウミウシ属の一種です。何々の一種、と、紹介されているウミウシは、正確な分類が確定していないウミウシです。学名の最後が、SP、となっているやつは、まだ分類が確定していないことを示しています。図鑑やウェブサイトでは、SP の後に数字を振っていることがありますが、これは、紹介する上で便宜的に割り振っているものなので、そういう種類がいるわけではありません。学名の話も、いろいろとルールがあるので、機会があれば、紹介しますね。これも、磯の現場では、よくわからずに、多分、カメノコフシエラガイとか、その辺のウミウシなんやろなぁ、と思って観察していたのですが、帰ってから、動画をよく見てみると、動きが、かなりヒラムシっぽいので、ヒラムシの仲間だと思います。ヒラムシの仲間は、ウミウシにそっくりで、よくウミウシと間違われるのですが、体をひらひらとくねらせて、素早く動くところは、ウミウシとは全然違います。ヒラムシは、アスリートっぽく素早く動きますが、ウミウシは、
どんくさい感じのやつが多いです。ヒラムシも、綺麗な種類が多いので、それはそれとして、観察していて面白い生き物ではあります。マツカサウミウシです。大きさは、8ミリくらい、よく見る大きさの、マツカサウミウシです。大きくなっても、12ミリくらいにしかならない、小型のウミウシで、丸っこいゴツゴツした粒を、いくつか背負っているのが、特徴です。石をひっくり返して、ウミウシを探しているときに、あれ？これ、ウミウシかな？と、思って観察すると、マツカサウミウシでした。というパターンで、見つけることが多いです。それなりに数はいると思うのですが、小さくて、石の模様に紛れることも多いので、注意深く探さないと気がつかないと思います。ツノバネミノウミウシです。大きさは15ミリくらい、よく見る大きさのツノバネミノウミウシです。今回はハクセンミノウミウシとの共演ですね。ツノバネミノウミウシは夏の短い期間に一気に数を増やしてすぐにいなくなるという印象があります。前回の葉山での磯遊びでは、ツノバネミノウミウシがたくさん見つかっていたので、このツノバネミノウミウシは、その生き残りなんやろなぁ。長年観察していると、ウミウシの生態についても、色々と分かってきます。鮫島乙女ウミウシです。大きさは15ミリくらい、よく見る大きさの鮫島乙女ウミウシです。デニム生地みたいな色の体に赤い触覚が特徴的なウミウシです。鮫島乙女ウミウシは、ここ、葉山で発見されたウミウシなので、葉山の磯で見つけると、なんだか感慨深いです。この日は、そろそろ終わろうか、と、最後にひっくり返した石に、たくさんついていました。この画面に、何匹いるのか、わかりますか？正解は、この6匹です。一番左の、小さいやつは、見落としがちですね。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、18種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。